貧しい母子家庭で育ったお前に稼がせてやろうとしてるのに。生まれ育った町の会社でプログラマーをしている俺は高校時代の同級生である上司にこき使われている。だが目立たず騒がず、俺はどんなに見下されても静かに日々を過ごしていた。ある日、社を挙げたプロジェクトで納品を目前にミスが発覚する。狼狽する同僚や上司を前に、俺はシステムの修正とバグの除去をすると申し出た。作業を完了し、納品も無事終了し、いつもの日常に戻り一安心した俺だったが、それにより部長に目をつけられることになった。君はどうやらただものじゃないらしいな。その一件で隠していた俺の正体がバレ、そこから大逆転の物語が始まることとなったのだ。俺の名前は木本薫。43歳の地元建設会社に勤めるプログラマーだ。3年前、不惑と言われる40歳で地元に舞い戻ることになった。それまで勤めていた会社をあっさりと解雇されて、守る家族もなく住む場所に特にこだわりを持たない俺は帰郷を決めた。私のことは気にすることないのに。別に母さんのせいじゃないよ。俺がそうしようと思っただけだから。幼い頃から二人で暮らしてきた母が年を重ね、それが心配だった。ふるさとに戻る決断の背景には、そんな母への親孝行の気持ちもあったのだ。俺は父親の顔を知らない。両親は俺が物心つく前に離婚していて、母は父を静かすぎる人とだけ言っていた。俺の父親は仕事人間でそれだけ。家族に手を挙げたりはしないが、関心を持ちもしない。母はそんな夫を虚しい人だと思い、離婚したのだそうだ。母子家庭育ちは俺には当たり前のことで、世の中には二親揃った家が多いというのは理解しつつも、そこに卑屈さを抱いたりもしなかった。40過ぎてもそれは同じだ。生まれ育ちも現在も続いている毎日も、俺の人生の一部。やるべきことをやるの精神で、仕事にも黙々と打ち込んでいる。おい、木本。お前、B チーム手伝えよ。え？なんで？こっちの仕事もまだ終わってないんだけど。いいから、やれよ。ああ、じゃあ、これが終わったら。なんだよ、急げよ。俺はせっかく貧しいお家で暮らす木本くんに稼がせてやろうとしてるのに。ふるさとに戻り、この年でありがたいことに就職することができた。そこまでは順調だったが、仕事を始めたら厄介事が一つ転がっていた。配属された部署で高校の同級生で天敵だった斉藤大地と同僚になってしまったのだ。俺は地元で唯一情報処理系の学科を設置している公立高校を出ている。進学を控えていた当時、母と二人暮らしゆえの余裕のなさから、俺には公立校進学の道しかなかった。さらに、その後の就職までを見据えて、手に職をつけられる可能性が高い学校を選ぶ必要があった。自分と母のために、当時はまだ進行形の技術だったコンピューターについて学ぶようになった。そして進学した先に斉藤もいたのだ。斉藤はごく普通の家の子だったが、高校では学年トップクラスの成績を維持していて、部活でも優秀な学生だった。しかし、だからなのか、自信家で人を舐めている節が強い。大人になって同僚として再会してからも、斉藤は俺を貧乏人と認識しているが、それは高校時代から始まっている。お前さ、母子家庭なんだってな。大変だよな。そんなんじゃ家にパソコンなんて置いてもらえないだろ？半笑いの斉藤はいつも俺の一挙手一投足に絡んできた。昼食時は
俺が自分で用意していた弁当を粗末だと笑い、放課後バイトに向かう俺に哀れだと軽蔑の目を向けた。そんな斎藤の性格が大人になっても変わっていなくて、最初は驚かされた。いくらなんでも社会人になって少しは人間性に丸みが出ても良さそうなものを、斎藤はひたすらひねくれ続けて成長したわけだ。今ではすっかり俺も含めた部下や年下の同僚を顎で使う嫌な上司になりやがった。いや、この場合は成り下がったと言うべきなのか？この仕様変更、誰か適当にやっておけよ。けど、それって斎藤さんの、俺たちの権限ではできない作業じゃ。いいんだよ。パス教えてやるからやっておけよ。少しでも面倒だと感じた仕事は部下に丸投げ。貧乏人で斎藤にとって永遠の格下人間の俺は仕事も雑事も言いつけられる。木本、備品を注文しておいてくれよ。ついでにさ、企画部の管理システムの変更、あれの作業プラン立てておいて。あ、来週の火曜までに。ああ、わかったよ。斎藤にムカつかないと言ったら嘘になる。それでも大人になって波風も立てたくない。せっかく縁のあった会社で末永く働きたいので、斎藤の一人ぐらいには目をつむっていた。そんな日々が続く中、取引先でもある同業他社の大手建設会社から設計システム作成の依頼が舞い込んだ。うちの会社のプログラミング能力には定評があったが、大手から頼まれるのは初めてで、大きなプロジェクト。いつの間にやら営業や企画、会社の上層部も巻き込んでの会社一丸での仕事になっていた。プロジェクトには統括部長という存在も据えられ、スケジュールも細かく管理された。ここまでおおむね計画表通りだね。部署全員で取り組んでますからね。この仕様、あちらの人員管理システムとつなげられないか？ああ、そうですね。そのぐらいなら。プログラミングチームを束ねる斎藤は部長と対等に渡り合っていた。というか、斎藤はかなり張り切っていた。確かにこれほどの仕事で成果を上げて、しかもそこでリーダー格を務めたとなれば、最高の出世の材料にもなる。目立ちたがり、上昇志向も強い斎藤にとっては、自分とその意地の見せ所なのだ。部長が言った仕様変更、これ、お前らでやっておけ。斎藤さんは？俺は報告会議で忙しいんだよ。おい、木本も頼んだぞ。ああ、わかった。部長と斎藤が相談していたプログラムの仕様変更は当然、俺たちチームのメンバーに押し付ける。斎藤は報告や取引先との打ち合わせという顔を売れる場所にだけ出ていく。斎藤に対する不満はメンバーに溜まっていく一方であったが、プロジェクト自体は滞りなく、予定通りの作業も変更が加わった項目も特に問題なく作成が進んだ。納品も期日に間に合う。それどころか早められる可能性もある。大きなプロジェクトに初めて挑み、その結果は上々か最高のものになりそうだ。そんな予感に誰もが盛り上がった。ところが、システムの最終テストになったその時に、水を差すような事態が発生してしまった。ちょっと待て。なんでこんなところで固まるんだ？バグでしょうか？もしかして何か計算式が違うか、重複でもあるのか？順調に稼働していたシステムが選択や決定の段階に行くと固まって動かなくなる。テスト段階と開発途中の個別システムの稼働チェックでは問題がなかっただけに、最後の最後で不具合が出るのは痛い。どうする？問題を突き止めるにも時間がいるよな。まあ。部長と斎藤が頭を抱え、チームのメンバーも静まり返る。俺は改めてコピーデータを動かして動作を調べた。
自分にできることがあるのならば何かしようと思っていた。そしてその結果、ある箇所のプログラミングミスを見つけた。私でよければバグを取り除きますが。できそうなのか？見た感じは表面的な問題なので、そんなに時間もかからないと思いますし。そうなのか？ええ、ですから、納品の準備はそのまま進めていただいて結構かと。俺はバグの修正係に立候補しようと手を挙げた。部長はそんな俺の様子にすがるような視線を送り、申し出をすぐに受け入れた。しかし、そうなると気に食わないのが斉藤で、俺にちゃちゃを入れた。はあ？お前はプログラマー失格でクビになったことがあるようなやつだろう？気の抜けた笑い声とともに俺を指さす。確かに俺は前職もプログラマーとして働いていたが、そこをクビになり、地元に帰ってきた人間である。そんな奴に何ができるわけ？斉藤はいつもの調子で一人でしらけていたが、部長は完全に切羽詰まっていた。ヘラヘラしたままの斉藤を無視して、部長は俺の手を取り、頭を下げた。時間がない。できることは何でもして、とにもかくにもやってくれ。はい、わかりました。俺はパソコンに向かい、ひとまず浮かんだプランを試してみた。すると、それは予想したようにすんなりはまり、バグの取り除きに功を奏した。それに、やはり単純なミスが重なっただけだった。修正作業は結果的に1時間程度で完了した。木本くん、助かった。本当にありがとう。納品体制も整い、部長は俺に感謝しきりになる。悔しそうな顔を見せていたのは斉藤だけで、後のみんなは全員が胸をなで下ろしていた。慌ただしい一日が終わりに近づき、帰宅しようとしていた俺は部長に呼び出された。部長の部屋へ行き挨拶をすると、部長が感心したようにしみじみと言った。しかし、君はどうやらただものじゃないようだな。いいえ、そんなことは。そうか？あんな短時間で問題を見抜いて解決するんだぞ。いいえ、以前も同じような経験があったもので。そうか？何か言いたげな部長との話が長引きそうになり、俺はそこで引き上げた。自分から言いたいことはなく、特別に褒められるのも苦手だ。俺はとにかく仕事があればそれでいい。それに、翌日からもやるべきことは山積みで、そちらに気持ちも切り替えたかったのだ。いや、取引先もすっかりうちを気に入ったらしいよ。納品も滞りなく完了し、俺たちが作成したシステムは発注先が想像していた以上の出来と評価されていた。現場指揮官として斉藤は手放しの賞賛を受けてきて鼻高々。まあ、これからも手綱を引き締めていかないとな。いいとこ取りもうまくいき、斉藤の出世も確約されたも同然だ。だがその裏で、俺や部下への態度はますます大きくなるのが予想される。それだけでも若い社員たちはうんざりしたようにため息を漏らしていた。木本さん。何でしょう。社長がお呼びだそうです。社長が？プロジェクト成功から数日経ち、俺は社長室に呼び出された。何事かわからず社長室へ急ぐと、そこには社長と統括部長が待っていた。すまないね。忙しいのに。ああ、いいえ。社長はプロジェクトの成功を祝い、俺が最後に行ったバグの修正作業の労をねぎらった。そして俺の経歴について触れた。俺のファイルなのだろうか。それを取り出し、数ページめくったところで手を止めた。ここだ。いろいろと木本くんについて調べさせてもらったんだが、君はアメリカのシリコンバレーの企業でプログラマーをしていたそうじゃないか。
そんな時期もありましたね。部長が君が書き換えたプログラムに注目したんだよ。単純なバグの修正。俺が何気なくしていたことが部長の目を引いていたらしい。納品の前に部長は自らプログラムの構成を確認し、個人的に検証をしていた。そしてそこで大きな事実に気がついたのだという。あの修正、君は簡単にやってのけたが、普通ならそうはいかない。非常に高度で複雑なものだったよ。苦笑いの部長がどうしてそこまでできたのかと首をかしげた。もしかしたらアメリカでの経験がそこまでの技術力の基礎になっているのではないか。部長は疑問と指摘を俺に向け、話せるところまで話してほしいと俺に頼んだ。当時はプログラムの設計や開発チームでリーダーを任せてもらっていたことはありました。けど同僚たちとの持ち回り制でしたから、自分が特に優れていたわけではないかと。俺がアメリカにいたのは国内での勤め先に海外研修制度が設けられていたからだった。シリコンバレーにある提携先に研修生や留学生の名目で派遣される社員が選抜されていた。興味はあっても日本を離れる気があまりなかった俺は、たまたま同期が俺を推薦したことで研修生に選ばれた。しかも選考の段階でも俺にとって幸運とも言えるようなことが起きた。研修生候補ナンバーワンだった社員が選考段階で海外の企業から引き抜きの話をもらったのだ。その社員は迷わずに引き抜きの話を選び、海外研修を蹴って退社した。そんなことがあって結果的に俺に海外研修のチャンスが転がり込んだ。もともと私は運よくアメリカにたどり着いただけで。だが最後はあちらの社員になったんだろう？それはこちらでいう社員登用に挑戦したからです。アメリカへ渡った俺は日本で仕事をするのと同じ感覚で毎日コツコツと結果を積み上げていた。その他には地元の大学の聴講制度を利用して勉強もした。せっかく異国にいるなら何か知識を増やさなければ。会社のお金でアメリカへ行き、責任感みたいなものもあっただろう。コンピューター工学やら、数学、物理、プログラマーに必要そうな科目なら片っ端から仕入れようとしていた。そんな仕事への姿勢はアメリカでも好感を持たれていたようだった。俺は研修先でしかなかったはずの会社からオファーされ、所属を変えるよう求められた。日本の会社とも相談しながら、最後は研修先へ移籍した。そうして俺は自分でも信じられないことにシリコンバレーのプログラマーになっていたのだ。それでしばらく活躍していたようだね。まあ、自分では大きな成果を上げた実感は、私はどちらかといえば常に安定した成績を残すというタイプで、それはそれですごいことだが、いいえ、結果が全てですからね。それで最後は失敗してますから。そうなのかね？ええ、同僚たちと行き違いもありまして。アメリカでの暮らしも5年目に差し掛かり、俺はプログラマーとして社内でもトップチームに属するようになっていた。それもあって、プロジェクトリーダーやチームの責任者を務めていたわけだが、その立場になると敵も増えていた。誰もが誰かの失脚を願い、意欲的な人間はライバルに直接手を下す。嘘のような本当の話で、業界から消えていくプログラマーの中には同僚にはめられたものも多かった。そしてまさかと思ったが、俺もその餌食にされたのだ。あるプロジェクトで私にプログラム盗用の疑いがかかりました。もちろんそんなの根も葉もない事実無根の話です。地元自治体から発注された仕事で注目度も高かった。俺は開発責任者として作業も人員も管理していた。しかしその中には
俺とトップの座を競い合うプログラマーがいた。そして俺は、そのプログラマーの策にまんまとハマってしまった。自分を慕ってくれていた同僚との調査でそんなことが分かったが、その時には後の祭り。俺は完全な罪人と化して、プログラムの盗用に関して何の弁解もできないようになっていた。最後は、温情でしょうか。懲戒にはならず、人員整理名目での解雇で放免というか、職を解かれたわけです。そうだったのか。それで、うちに日本での勤め先へ復帰するというのも考えましたが、心機一転もしたかったので、一生懸命に仕事に取り組み、良い結果を出す。そんな当たり前のことをしていても、嫉妬され存在をよく思われない。だからなのか、アメリカにいられなくなり帰国して、生きるための再就職をして、それからは怠けはしないが、特に目立たず静かに仕事する。そんな選択をしたのだ。しかし、相応の扱いは受けるべきだな。そんなことは、私は仕事があるだけでありがたいですから。いや、そうはいかん。君の実力を知ったからには、な。俺の身の上話を聞いた社長は、重々しくつぶやいていた。人事に相談したい。俺の待遇を考えたいと言い、俺はそれを複雑な思いで断る。部長はそんな俺をたしなめ、もう少し前向きでいてくれと笑った。社長室での一件から数週間後、季節外れの事例が出た。社長と部長が俺を部長補佐に抜擢し、開発部門の指揮者とすることを決めたのだ。木本くん、君のこれまでの経験、そしてその技術を社員たちに伝えて継承してくれたまえ。後進の育成、それも君の大事な仕事。なんというか責務だな。責任は重くなるが、君ならできる。よろしく頼むよ。社長と部長から言葉をもらい、俺の気も引き締まった。こうなってしまえば断るも何もなく、意を決してまた厳しい道に挑むだけだ。どうして木本が、こんなやつ。何も知らない斉藤が俺の昇進に抗議をしていたが、社長が切って捨てた。斉藤くん、君は木本くんが海外でも活躍し、成果を上げていたと知っているか？斉藤は俺が今の会社にたどり着くまでの経緯を知らず、アメリカにいたことも把握していない。社長に俺の過去の実績を聞かされると、口を開け呆然としていた。そんな、昔は高校では俺がトップで。そんな昔を君は引きずるのか？いいかね？社会に出て君はそれだけ自分を磨き上げた？木本くんはそれを怠らなかったんじゃないかね？その差が今こうして出ているんだ。社長は子供じみた言い訳をする斉藤を正論で黙らせた。そしてそれが相当効いたのか、斉藤はそれ以降別人のように変わっていった。横柄な物言いはやめ、自分の仕事は自分で片付けるようになった。当たり前といえば当たり前のことだが、彼にしては大きな進歩だ。なあ、木本、この計算はどう見ればいい？これは、そうだな。よかったらこれ、きっと参考になるから目を通してみてくれ。それまでだったらありえないが、俺にアドバイスを求めるまでになった。今では頼れる同僚として、そして同い年のプログラマーとして切磋琢磨している。俺はこれからも自分を評価してくれる会社と上司に報いたいと思っている。何があっても現場のために自分の能力を生かし、部下を育てる。大きなことを成し遂げるよりも、足場をしっかり固められる、そんな上司になっていきたい。